220X 年、人類は感情を外部に委託することを覚えた。怒り、悲しみ、恐怖、感じたくない感情はすべて感情代行サービスが引き受ける。感情代行員、要、今日も淡々と業務をこなしていた。月末のノルマ達成まで残り1件。今日も17件。全部片付ければ今月のノルマ達成だ。感情代行員は依頼人の感情データを受け取り AI と共同して処理する。その時リストに移ったある名前が要の視線を止めた。杉葉、剣、剣、感情種絶、怒り、処理優先の最高。待合室で剣は一言も発さず壁を向いていた。遅い。剣は理由を語ろうとしなかった。この怒りを消してくれればいい。理由は聞くな。処理を開始した瞬間、データは形骸上な揺れを見せた。処理不能、感情の根源に保護ロックがかかっています。初めて見るエラーだった。剣はそれが初めてではないと知っていた。またか。要は感情を排した声で、しかし確信を持って告げた。保護ロックは通常ありえません。誰かが外部からあなたの感情データに細工をしています。その瞬間、剣の目に初めて生きた炎が宿った。細工、誰が？要は管理者 ID の文字を指でなぞり、口を開いた。ログに残っている管理者 ID は M はバーチ。社内でその ID を持つのは1人だけです。 M アーチ、それはこの感情代行サービスを創業した男マキシムのシステム ID だった。その名を聞いた瞬間、剣の全身から空気が変わった。マキシム、あの男か。要は規則を超えた問いを初めて自分の口から出した。あなたはマキシム社長を知っているんですか？長い沈黙の後、剣はゆっくりと口を開いた。俺の父はこの会社の共同創業者だった。創業から3年目、剣の父はある行動に出た。創業から3年目、父はマキシムに感情産業の倫理規定を導入しようとした。父は人間の感情を商品にすることの危うさを知っていた。人の感情を商品にするなら同意と返還の権利が必要だと。そして翌週、父は事故で死んだ。父は翌週事故で死んだ。マキシムはその3日後に会社を上場させた。要は感情代行員として鍛えた無表情の奥で何かが揺れていた。それを証明するものはありますか？剣はずっとそれを持ち続けていた。父が残した暗号化ログがある。だが開けるには感情代行システムの内部権限が必要だ。剣の依頼が変わった瞬間だった。あんたならできる。俺の怒りを処理するよりこの怒りの理由を証明してくれ。感情代行員の規則、依頼人の感情を処理すること、それ以外は劣権行為になる。しかしあの保護ロックは間違いなく意図的に仕掛けられたものだ。要は代行員のルールではなく自分の判断で動くことを選んだ。わかりました。ただし私も全てのログを確認します。不正があれば当局に渡します。剣の鋼のような表情にかすかな亀裂が入った。それでいい。データチップが接続された瞬間、空間が情報の海で満ちた。ファイルの中に埋め込まれていたのは創業期の感情データ収集に関する議事録だった。要の指がある一行の上で止まった。これは議事録には同意なき感情データ採取被験者3000名と記されていた。剣が長年抱えてきた怒りのこれが根拠だった。父が消火器で止めようとしたのはそれだ。この産業はそもそも犯罪の上に立っている。私が今まで処理してきた感情の一部もその被験者から採取されたものかもしれない。不正アクセス検知処理室 C3 を即時封鎖、警報が施設全体を貫いた。要はためらいなく動いた。誰かがアクセスを検知した。ここを出ます。廊下の先、エレベーターのドアが静かに開いた。そこに立っていたのはマキシムだった。
要くん、ずいぶん遅い時間まで働いているね。要は平成を装ったが、体は正直だった。社長、この時間になぜここに？マキシムの視線がゆっくりと剣に移った。剣くん、お父様によく似ている。懐かしいな。剣が20年間押し込めてきた怒りが溢れ出した。笑えるな。父を殺しておいてその顔ができるのか。マキシムは動じなかった。それがさらに恐ろしかった。殺した？物騒な言葉だね。証拠はあるのかい？剣の声が施設に響き渡った。これだ、お前が葬ろうとした実力だ。マキシムの笑みが初めて止まった。マキシムはすぐに笑みを取り戻し、今度は命令として口を開いた。要くん、このデータは機密だ。今すぐ剣くんの怒りを処理してもらおうか。要は端末を手放した。そして初めて自分の言葉を選んだ。私の仕事は感情を消すことじゃない。感情の意味を守ることです。マキシムが眼鏡を外した。その顔は初めてただの置いた男のものだった。失望したよ、要くん。長年凍りついていた剣の感情が初めて溶け出した。俺はずっとお前に怒ってきた。でも今日、父の声が聞こえた気がする。翌朝、要は当局にデータチップを提出した。環状代行サービスは翌週、全業務停止になった。要の仕事もなくなった。環状代行サービスは翌週、全業務停止になった。私の仕事もなくなった。施設の外に剣が待っていた。次は何をする？要の顔に初めて人間的な表情が宿った。わかりません。でも今日初めて自分の感情が何なのか考えています。二人は施設を背にして歩き出した。その年、感情を外注していた3200万人が久しぶりに自分の怒りや悲しみと向き合うことになった。面白かったらチャンネル登録お願いします。